皆さん、こんにちは。動画を見に来てくださりありがとうございます。40歳の自閉症の息子を持つ母親です。自閉症は体の病気ではと認識したのが約20年以上前、フロリダ大学が統合失調症は課前不耐性の問題があると論文を発表してからです。それから自閉症 ASD も何か身体機能の問題があるのではとずっと情報収集してきました。自閉症や学習障害のネックになっている問題の一つが分かりましたので、保護者の皆さんにお伝えしたいと思い、この動画、題して自閉症等が良くならない根本的な原因、隠れ便秘 FI とその対策を作成しました。重度の自閉症児者、または重度の学習障害があるお子さんの保護者の方は、何かヒントが得られるかもしれませんので、最後までご覧いただければ嬉しいです。今回ナンバー8の動画は特別編ですが、動画ナンバー1から息子が4歳の時に始めた言葉の教室の記録をご紹介しております。ありのままの子供を受け入れることを目的とした言葉の療法の記録に関心がある方は、ぜひ最初の頃の動画もご覧いただけると嬉しいです。息子は自閉症ですが、人の気持ちがわかる優しい大人になっています。今でも一緒に仲良く暮らしています。先天性などの治療不可能な障害は別として、自閉症は欧米では治療可能な疾患と言われています。今回のテーマの便秘や様々な痛み、身体機能の問題を抱えているようですので、親として決してこのままにしてはおけないという気持ちがあります。また自閉症とお腹の関係は今分かったことではなく、昔から言われていましたが、ASD ならではの便秘の特徴が分かりましたので、関心のある方はご覧いただければと思います。この動画の内容をご案内しておきます。まず昨年、自閉症の治療法に詳しい北米のダンドクターに相談したことから始まり、そこで真っ先にすべきプロトコールを発見しました。それは隠れ便秘の処置で、ASD の診断がある子は大抵この問題があるそうです。自閉症時の特有な行動と便秘の関係、隠れ便秘の症状を息子のこうちゃんの場合ともう2人の異なる症状も合わせてご紹介します。糞便側線 FI について、治療する際に何が障害になっているのか、FI が解消されたというサインは、親にできることという流れで紹介してまいります。欧米には自閉症の治療法に詳しいダンという資格を持つドクターがいます。昨年カナダのドクターソニアと出会いました。ASD と診断されたお子さんたちの母親でもあり、またスペクトラムの子供を患者として受け持つ実績があるドクターです。最近実践しているセラピーや治療に関して伺ってみました。まずはこうちゃんの様子を聞かれ、サプリメントや治療を行う前に、腸内の隠れ便秘の確認をしたいと言われました。自閉症と診断されている多くの患者には、蓄積された宿便、糞便側線 FI があるとのこと。たとえ毎日多少の排便があったとしても、FI の疑いは晴れず、必ず腹部のレントゲンで状態を確認されるとのことでした。その頃、こうちゃんはひどい便秘で悩んでいるという認識はありませんでした。さて、隠れ便秘を確認すべく、最近日本の地元でレントゲンを取ってくれるクリニックや病院を当たってみましたがダメでした。日本では通常行わない処置のようで、なぜそんなのが必要なのか理解できないと言われ、今回は断念しましたが、こうちゃんが高校生の時に一度、私立病院の精神科医に頼み込んでレントゲンを取ってもらったことがあります。レントゲンを取っても何もわかりませんよと言われましたが、
自閉症とお腹の関係について、その頃から北米の保護者とネットでつながり情報をもらってましたので、私は引き下がりませんでした。しょうがない母親と思われたことと思いますが、結果、その頃は FI という言葉は使っていませんでしたが、便の塊、便塊が腸内のあちこちに散見され、先生もびっくり。皆さん、お腹を覗いてみる必要はありそうですよ。便秘とは通常一時的なもので、石ころのように硬い便が出る状態のことを言いますが、水分や食物繊維などの食事やライフスタイルを変えることで、この種の便秘は普通は改善します。一時的なものなので改善可能です。しかし、ASD の便秘はこれとは異なります。多くの場合、慢性の便秘と痛みを伴い、また下痢になることもあります。たとえ毎日排便があっても、滞留便などが腸内にあちこちに蓄積されていることに注目です。FI は通常あまり動けない高齢者に見られる症状のようです。長い間腸内に溜まっている便のことを正しくは滞留便というそうですが、最初にすべきことは滞留便の除去であると先生からアドバイスがありました。これをせずにサプリで栄養を補おうとしても期待する効果は得られないとのこと。ある子供の例を挙げて説明してくれました。先生の患者さんで1日発作が50回来るお子さんが6ヶ月以上かかり滞留便の除去に取り組んだら、発作の回数が1日10回に減った例を紹介してくださいました。まずはお腹をきれいにし、体内の毒素を減少させ、身体への負担を可能な限り取り除くことが先決のようです。こうちゃんの場合は無理ですが、大腸カメラという選択肢もあるかもしれませんね。便秘と ASD の関係ですが、FI がある自閉症時に見られる特有な行動があります。主なものを挙げると、つま先立ち。これはこうちゃんもやってました。ただそっと歩きたいのかと思っていましたが、お腹に響かないように歩いていたのですね。感覚統合の問題。刺激に過敏であったり、反応が少なかったり、感覚を分類したり整理したりすることを統合と言います。便秘になると金属音などを嫌がったり、聴覚過敏や触覚過敏になっていました。手をひらひらさせる、体を前後にロッキングする、くるくる回るなどの情動行動も便秘と関係しているそうです。いやー、すべて息子に当てはまりました。こうちゃんは赤ちゃんの頃、夕方の4時頃になると激しく泣き出す子でした。原因不明で毎日泣き疲れて寝てしまい、その後起きると良くなっていて、周りからは勘の強い子だと言われ、それを信じてしまい、詳しい検査をしないままにしてしまっていました。当時はまさかお腹に原因があるとは夢にも思いませんでした。ひどい便秘という記憶はありませんが、ガスが溜まったり不快感を感じていたのでしょう。言葉を繰り返したり、食べ物に好き嫌いがあったり、夜と昼が逆転するなどの睡眠の問題も便秘と関係があるそうです。こうちゃんに全部当てはまりました。前回の動画ナンバー7でもこうちゃんの便秘の状況をご紹介していますが、排便は毎日なくてほとんど3日ぐらい溜めてしまいます。時々肝腸を使っていましたが、その時の調子によってはスルッと出る時もありましたので、精神的な影響もあるのかと思っていましたが、便秘は体質でしたね。出る時は大量に出してましたが難産でした。この慢性的な便秘の状態をずっと引きずってしまっていました。しょうちゃんの場合ですが、明らかに慢性便秘でした。1週間全く排便がないのが普通で、
出た時はまずは石ころのような硬い便が出て、その後柔らかい便が出ていました。時には水っぽい便もありましたが、硬い便なので痛みがあり、泣き叫びました。お母さんはそれを難産と言っていました。翔ちゃんは次第に排便するのが怖くなり、溜めてしまうようになってしまいました。明らかに FI のケースですね。サリーちゃんの場合は退食家で、食べてお腹にいっぱい詰め込むのですが、10日間便が出ませんでした。出るときは細長い、水分が多い泥状便が出ます。これは宿便と宿便の間を通って出てくる漏れた漏便です。ということは、滞留便は何ヶ月も腸内に溜まっていることになります。便が腐敗して毒素が体内を巡ることになります。このような場合は学習障害が重くなるそうです。FI があるとおならが匂うようになり、血便や水溶便も見られ、お腹がぽっこり出てきます。こうちゃんの場合、走り出すとなぜかすぐ腰に手を当てて走るのをやめてしまっていました。お腹にいっぱい便が溜まっていたので腰に負担がかかったと思われます。ようやく謎が解けました。また特に朝ゲフゲフとブダ焼けの症状もありました。いつも歯医者に行くと唇が乾いて割れているので薬をつけてもらっていました。これも FI が原因だったのですね。排便がない日が続くと頻尿にもなっていました。アレルギーのせいもあるかもしれませんが、口臭もきつくなります。なぜこのような状態が治療されずに放置されてしまうのかというと、全く便が出ないわけではないということ、また便がいつも硬いとは限らないので、内科医も診断しづらいのではと思います。また、便秘薬を処方されたとしても、問題解決にならない場合があります。例えば、こうちゃんの場合、酸化マグネシウムが処方されましたが、途中から明らかに具合が悪くなっていました。マグネシウムが合わない人は結構いるようです。そこで挫折してしまいました。治療が完治しないうちに薬を飲むのをやめてしまうので、またそのままの状態が継続してしまいます。こうちゃんがそうでした。せっかくレントゲンで確認したのに、途中で行き詰まってしまいました。当時の先生も薬以外の手段の提案ができないようでした。滞留便を放置すると水分を失い、腸管壁にこびりついてしまいます。そこから毒素が出て、毒素が血中に入ると体内を回り、脳に上がってしまいます。また困ったことに、便秘を解消すると言われている食べ物に関して間違った認識もあるようです。例えば、高繊維食が誰にでも合うとは限らないようです。宿便の除去に成功したという兆候ですが、大量の便が出る、ガスやお腹の張りが引く、腹痛や不快感がなくなる、便のおもらしもなくなり、いつもトイレに行きたいという便意が消えることです。腰痛、胸焼け、吐き気も改善されます。こうちゃんの唇は今みずみずしくなっています。今は水分補給、毎日最低6リットルの水を飲んでいますが、昔の悩みが嘘のようです。では、親にできることですが、まずは地元の小児便秘症を治療できる医師を探すことです。その先生の治療法にもよりますが、もしできたら FI の確認のために腹部のレントゲンをぜひお願いしてみてください。内視鏡検査よりストレスが少ないかと思います。便秘が確認された場合、還元剤などの便秘薬が処方されますが、お薬が合うかどうか注意が必要です。例えば一般に処方されている酸化マグネシウムはこうちゃんには合いませんでした。また最近市場に出てきた便
宿便を取り除くと書いてある還元剤にもマグネシウムが入っていましたので、多くは使えませんでした。処方されたお薬を服用している間は、お子さんの体調をよく見守ることが必要です。先生からの指導がない場合は、便を固くする食べ物、お芋などを避けてみる、また食生活やストレスが多いライフスタイルを見直す機会にするといいですね。毎日排便があったとしても油断できません。図のように腸の曲がり角に硬くなって腸管壁にこびりついている便塊があることが多いと言われていますので、一番確実で簡単な方法として、治療開始時と終了時にレントゲンをとって FI の有無を確認することです。加えてこうちゃんの場合、血液検査には FI は何も反映されませんでした。やはり隠れ便秘と呼ぶのがふさわしいのですね。個人的な意見ですが、FI が発達障害や自閉症の根本的な原因の一つであることが考えられます。便秘を甘く見ないでくださいね。良い先生に恵まれ、お腹も頭脳も一日も早くすっきりしますように。Good luck! 最後までご視聴いただきありがとうございました。この後、言葉の療法の記録に戻りますが、隠れ便秘パート2も作る予定です。ではまた見に来てくださいね。アロハ !See you soon!